今回レシピのポイントは、鶏肉に優しく火を上げてあげることと、じゃがいもにカリカリに焼いてあげること、それから最後にマスタードソースをかけてあるので美味しく仕上がっていると思います。どうぞお試しください。材料を紹介させていただきます。まず鶏胸肉、それからしめじと舞茸、しいたけ、それからブロッコリーにプチトマト、じゃがいも、エシャロットとニンニク、それから香草が、ローズマリーとタイムと、あとは白ワイン、チキンブイヨンに粒マスタードとバターになります。はい、それでは、材料の下ごしらえを始めていきます。まず鶏肉に塩をします。両面しっかりと塩をしてください。でその後塩をして、10分ぐらいは塩がなじむまで、待ってください。まんべんなく塩をします。舞茸の、軸を取って一口大に切ります。もうこれは手でむしっちゃってください。それからしめじの硬いとこも落として、これもちょうどいい大きさに、食べやすい大きさに切ってください。それからしいたけですね。しいたけは一番下の、軸の硬い部分を少し落として、このまんま使います。ブロッコリーは最後に湯がくんですが、これも一口大の大きさに切り揃えます。だいたい同じ大きさに揃えた方が湯がくときに同じような時間になりますので、同じような大きさにしてください。それからニンニクは潰します。包丁の背を使って叩いて潰してください。で、じゃがいもは縦に半分に切って、そうですね、このまま4分の1叩いて、これも一口大の大きさに。それで最後に、シャロットをみじん切りにします。みじん切りにする際は芯を残したまんまで、細切りにして横から、切れ目をもう一度入れて2つぐらい入れてください。そして最後にこのままみじん切りにします。大きさはそんなに小さくならなくても大丈夫ですので気にせず切られてください。はい、では、鶏胸肉のローストチキンの調理の方を始めていきます。まず鶏胸肉を焼きます。で先ほど塩して、10分以上経ったので、皮面に水分が出てますので、これを紙で必ずしっかり拭き取ってください。でないと、フライパンによくくっついてしまうということがありますので、ここに、うちではオリーブオイルを少し入れます。でフライパンが温まったところで、この鶏胸肉を入れていきます。今日はこのまんまこのフライパンで全てを仕上げていく予定です。この際に、最初に少し動かしてあげると間に油が入りますので皮がつきにくくなると思いますので、皮面が焼けるまでこのまま焼いていきます。火加減は中火からのちょっと弱めぐらいですかね。でポイントはこのパチパチパチっていう音が、してるのがちょうどいい音ですね。これ以上パチパチの音が低い音でしない場合は皮から水分が出て、フライパンにくっつきやすくなるので、ちょうどこのパチパチパチっていう音がして、だんだん弾ける音がカラカラっていう音に変わってくると皮の水分がなくなってきますので、今だいぶ焼けてきてるんですね。でだんだん煙が上がりだしたら少し火を弱くして、
で、皮だけを焼いた方がなるべく良くて、身の方は軽く、で、今ある程度焼きましたんで、身の下の方、軽く火をなじませます。で、ここで一度鶏を取り出して、ここにこのまんま、じゃがいもを入れていきます。火はそのままつけたままで、じゃがいもを全て入れます。で、ニンニクとじゃがいもと一緒に入れてください。じゃがいも入った時点で少し温度を上げてください。それから、こちらにローズマリーとタイムも一緒に入れます。香りがね、出てくるので、最後でもいいですけど、最初に入れて焼くと、すごく香り移るので、それからここに、バターを少しずつ入れます。バターは水分が少しあるので、食材が上手に焼けるのでね、まとめて入れない方がいいと思います。焦げていきますので。で、火加減は、弱すぎると、じゃがいももそうです。弱すぎると、じゃがいもの水分が出て、フライパンにくっつきますので、ある程度の強い温度で、中火ぐらいですね。この、バターがこう、ふつふつと焼くような、泡立ててくるような温度を保ってください。で、ちょうど最後にニンニクとこのローズマリー、タイムの香りがよく出て、すごく美味しいじゃがいものローストで、鶏の旨味もこの中に残ってますし、後でまた一緒に取り戻して、味も含ませて焼くので、非常に美味しくじゃがいも上がると思いますね。で、野菜はだいたいこう、周りに油が馴染んだところで、軽く塩をします。ね。あえてフライパンで蓋をしないのは、野菜をせっかくローストチキンに添えるじゃがいもなので、ローストしたじゃがいもで、サクサクっとした方がいいと思うので、蓋をすると、野菜と他のものの水分でしなしなとなりますので、蓋をせずにそのままゆっくり火を入れてください。7割ぐらいのじゃがいもの火が入ってきたところで、ちょっとキノコを入れ出します。まず、椎茸を、もうこのままどんどん入れちゃってください。すぐ火は入ってきますのでね。それから、舞茸も。で、最後には、しめじも入れて、このままだんだん今度、キノコから旨味も出てきますし、いろんなものがこう合わさったものになるので、そうですね、構想関係はもう一番下に入れると焦げやすいので、こういう時はもう上に乗せてみてください。それから先ほどの、鶏肉を、まだ全然火は入っていないので、ここに戻します。で、ここでこのまんま、蓋でもいいんですけど、蓋をした場合は最後に、皮面を焼き直したりした方がいいと思いますが、ちょっとだけ軽く、はい。では、アルミで、軽く落とし蓋のようなものをしたら、火を少し弱くしていただいて、5分ぐらいはこのまま火を入れると思います。では、最後に付け合わせのブロッコリーを湯がいていきます。だいたい沸いた、塩水に1分半、2分ぐらいですかね。青みの野菜はこの後、氷水を用意していただいて、氷水の中に落として、方が緑色が綺麗に出ますので、そういう風にしていただけたらいいと思います。野菜は塩水で湯がきます。塩味を入れたいのと、緑色がよく出したかったりするので、必ず塩水で湯がいてください。それでは野菜に火が入り出したので、一度このアルミを取ってしまいます。で、一度、付け合わせを取り出します。で、ここで最後にも残っていたバターをちょっと入れていただいて、で、このぐらい焼けたら、
面はいいと思いますので、ちょっと鶏の火の入るように竹串とか、うちは金串で中を刺して、ほんのり温かい、ちょっと温かいぐらいですかね、になれば大丈夫だと思いますので、で、このままこれを一度火を消して、鶏だけ、こう、焼けた状態にしたものを取り出します。で、先ほど使ってたアルミで少し保温しといてください。で、この余分な油は一度軽く捨てます。で、このまんま、このフライパンで、最後のソースをします。では、また残っていたバターを、鍋に少し入れて、これから、簡単なソースですけど、作り出します。ちょっと軽く入れたところに、先ほどみじん切りにしておいた、エシャロットを加えます。で、鍋にも旨味とかはいろいろ残ってますので、軽くしんなりしてきたら、もう白ワイン入れてしまってください。白ワインを入れます。これを、そうですね、3分の1ぐらいまで煮詰めます。白ワインは煮詰めないと、ただの、酸っぱいだけのものになりますんで、煮詰めることによって、こう、酸味と甘み、それからエシャロットから出てくる甘みもある。あとは、この、鍋にちょっと残っていた鶏の、ちょっと美味しかった部分、キノコの風味なんかも少しずつ入りますんで、で、強火でそのまま煮詰めていって大丈夫です。そうですね、このぐらい今煮詰まってきたところで、ここにチキンブイヨンを入れます。スープになっているものですね。分量通りのものです。で、詰めて伸ばして、詰めて伸ばしてすることで、味がね、少し乗っかってくるようになりますんで、これの繰り返しが、ソース作る時のコツなので、で、また先ほどと同じぐらいに詰まったところで、マスタードを入れて、今日は仕上がりですね。今日は軽い簡単なマスタードのソース。これに、必要だったら、ちょっと甘みが欲しければ、ケチャップとか入れてくださってもいいですし、ソース、ウスターソースみたいなのちょっと入れても美味しいと思いますし、ちょっと和風っぽくしたければ少し醤油ちょっと入れたりしても美味しいと思いますんで。で、一煮立ちさせて、味わい的には、鶏とか、ちょっとこれの旨味のちょっと詰まった酸味の少しあるソースだと思ってください。では、最後に、先ほどのフライパンに食材を入れて温め直していきます。火加減自体は、そうですね。まず最初は中火ぐらいにして、で、あとは少しだけ油、オイルちょっと入れて、で、また残っていたバターをちょっと入れて温めます。で、この時にまた少し鶏の旨味なんか出てるので、それも全部一緒に入れてしまってください。プチトマトを一緒に入れますね。と、鶏を戻して、先ほど用意したブロッコリーを入れます。はい、それでは盛り付けを始めていきたいと思います。まず、こちらの横の付け合わせ、きのこ、じゃがいも、トマトなんかを皿の木に彩りよく並べていただけたらかなと思います。で、最後にこの鶏4人分なので、これを切っていきます。しっとり焼けてると思いますので、で、最後、鶏肉に、軽く塩をしてください。しっかり味が入っている方が美味しいと思いますので。で、最後、ソースをかけます。かけるだけで。
トマトをもう一個乗せましょうか。はい。では完成です。